動画で編んだこちらのトレカケースにトラさんをつけていきたいと思います。ではまず顔を編んでいきます。トレカケースを編んだ糸と同じくらいの太さの糸と5号のかぎ針で編んでいきます。今回は帯がないのですが、こちらの浜中ピッコロで編んでいきます。それではですね、早速編んでいきます。まずは鎖編みを6目編みます。3、4、5、6。これは最初の立ち上がりの1目を含んでいます。では、いきます。針から数えて2目目、ここですね。ここに針を入れて、細編みを2目編んでいきます。今回は上の半目と裏山を取っていきます。裏山だけ取っても構いません。1、2。ではここから細編みを3目順番に編んでいきます。1、2、3。最後の目に来ました。まず細編みを1回編みます。編み地を少し回してこう縦にした状態でもう1回編みます。さらに編み地をくるっと回して逆さまにした状態で編みます。はい。ではここから4つ細編みを編んでいきます。作り始めの糸端は巻き込みながら進んでいきます。1、2、3、4。編めました。それでは最初の1目に引き抜き編みをします。はい。1段目が編めました。2段目に入ります。鎖編み1目で立ち上がり、最初の目に細編みを2回編みます。次の目にも細編みを2回編みます。細編みを3回、1目につき1目編んでいきます。細編み2回編み入れるの3回やります。細編みを3回編みます。細編みを2回編み入れます。最初の目に引き抜き編みをします。これで2段
段目が完成しました。それでは3段目に入ります。鎖編み1面で立ち上がり、細編みを1回編みます。次の目には細編みを2目編み入れます。細編みをまた1回編みます。隣の目に細編みを2回編み入れます。細編みを4回編みます。細編みを2目編み入れます。細編みを1回編みます。細編みを2回編み入れます。中長編みを1回編みます。中長編みを2回編み入れます。中長編みを3回編んでいきます。中長編みをもう1回編みます。最後の目に中長編みを2回編み入れます。3段目が終わりました。引き抜き編みをします。では4段目に入ります。鎖編みで立ち上がり、細編みを1回、同じ目に細編みを2回編み入れます。細編み2回、細編みを同じ目に2回編み入れます。細編みを1回、中長編みを3回編みます。細編みを1回、細編み2回編み入れる。細編みを2回、細編みを2回編み入れる。細編みを1回、中長編みを1回、中長編みを2個編み入れる。中長編みを5回編んでいきます。中長編みの増し目、中長編みを1回、最初の目に引き抜き編みをします。はい、こちらで顔のパッツは完成しました。これと同じものをもう1枚編んでください。はい、2枚目もできました。後で1枚目と合体させる用の糸を長めに残しておきます。はい、それでは顔の刺繍をしていきたいと思います。顔はもう好みで大丈夫です。今回は虎さんにしようと思うので、頑張って虎っぽく見えるようにやっていきたいと思います。虎さんの場合は
この口のパーツが2つあった方が可愛いかなと思うので、そちらもついでに編んでいきます。口は少し細めの糸を使います。針も3本に落として編みたいと思います。編み方はものすごく簡単で、6目の細編みで円を編むだけです。穴作り目をして、この輪っかの中に6目編んでいきます。糸端を引っ張って短くなった方の輪を引っ張ります。糸端をぐっと引っ張って輪っかを閉じます。最初の目に引き続き編みをします。顔のパーツに取り付けるので少し長めに糸を残して切ります。はい、もう1個編みます。編み始めの糸だけ処理をして切っておきます。間違えました。切ってはいけない方を切ってしまいました。皆さん気をつけてください。顔を刺繍するときに邪魔なので、1枚目の糸端が長くない方の糸はもう処理してしまうと思います。はい、それではつけていきます。真ん中ちょい下くらい、こういう感じで並べてつけていきます。お好みでお好きな顔に仕上がるように縫い付けてください。ちょっと中心がわからなくなるので印をつけておこうかなと思います。
あまり糸でもいいんですが、目とかひげとか模様とかを縫うように糸を準備します。まずは口からいこうかなと思います。次は玉の模様をつけようかなと思います。では目をつけていきます。
印をつけないと失敗しちゃうのでつけておきます。最後にひげを描きます。ちょっとアンバランスなくらいが可愛いです。それでは耳を編んでいきます。もう1枚と合わせましてずれないようにマーカーをつけていきます。まず顔の方を見て最後の段で中長編みをした3目を探します。
そうですね。3目の最初と最後の目にマーカーを入れていきます。それから左のマーカーから数えて8目にマーカーを入れます。右側も同じです。裏になるパーツも同じところにマーカーをつけていきます。まず中長編みを探します。これですね。この難関横に1本ピッと入ってるのが中長編みです。細編みはピッと入ってません。中長編みは斜めにピッと入ってます。マーカーから数えて8目にマーカーを入れます。では耳を編んでいきます。まず右側の耳なんですけど、この中長編みのマーカーがついているところから3目めに針を入れます。裏側も同じです。この中長辺美濃のマーカーがついているところから1、2、3、ここに針を入れます。それでは糸をつけます。そのまま糸を引っ張ってきて引き抜きます。鎖編み1目で立ち上がります。同じように表側の中長編みにも裏側にも針を通してボス編みを編みます。針間違ってますね。耳は5号で編んでください。もう一回やります。中長編みのマーカーから1、2、3、同じく中長編みのマーカーから3、糸をつけます。鎖編みで立ち上がり、同じところに細編み、では隣の目に針を入れ、裏側も隣の目に針を入れます。
間違えました。中長編みなので、糸をかけてから隣の目に針を入れて中長編みを1回編みます。同じ目に長編みを1回編みます。鎖編みを1回。長編みのこの V になっているところの左側と斜めに走ってる糸に針を入れて引き抜き編みをします。さらに同じ目に中長編みをします。マーカーがついている目に針を入れてボス編みを編みます。わけわかんないことになっているので邪魔なマーカーを取ってください。最後に同じ目に引き抜き編みをして耳は終わりです。糸を切ります。はい、では右じゃないや左耳を読んでいきます。今度はこのマーカーがついているところに糸をつけます。編み方はさっきと一緒です。鎖編み1目、細編み1、中長編みを隣の目に1目、同じ目に長編み、鎖編みして引き抜き、中長編み、細編み、こんな感じになりました。ちょっと邪魔なので外していきます。耳の位置1目外にずらしても可愛かったかもしれませんが、ちょっと今回はこれでいかせてもらいます。では今の耳の糸を処理していきます。それでは最後糸端を使って合体させていきます。まず針を通してあの顔側のマーカーがついているところに針を刺します。隣の目に針を刺します。裏側も同じところに刺します。隣の目、隣の目と繰り返していきます。
耳のところは針を中に通して、この顔の真ん中の目に針を出します。ここだけ巻きかがりっぽくなっちゃうんですけど、針を通して、中に針を通して耳の外側に持ってきます。こんな感じですね。まあ大概で大丈夫です。一目ずれちゃいましたが、深く考えずにやっていきたいと思います。はい。だいたいこんな感じで、下半分がこうベロッと言われるような感じになったら、糸処理をします。できました。はい。それは最後に手を編んでいきます。手はめちゃめちゃ簡単で、作り目をして、鎖を2回に編みます。中長編みを6回編みます。最初の目に引き抜き編みをします。これはもう1個編んでいきます。それでは最後に組み立てていきます。組み立てるときはケースを中に入れた状態でやるとやりやすいです。こちらのグルーガンを使っていきます。もしない方はですね、このままここを縫い付けても大丈夫かもしれません。私はグルガンでやっているのでこちらの方法を紹介します。こういう感じで貼り付けていきたいと思います。グルーガンが固まったのでやっていきます。まず顔をベロッと開いてここにグルーガンを塗っていきます。やけどには注意してください。はい。そしたらですね、トレカケースを持ってきて、だいたい真ん中になるようにまっすぐになるように貼り付けます。
し冷まします。それでは全面に塗っていきます。またこれを開いて、ここにブルーガンをつけていきます。はい。貼り付けます。そしたらあとは手の裏にブルーを塗って、ポンとポンとはい。完成しました。トレカケースの編み方シリーズは以上になります。ぜひたくさん編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。